皆さん、ずんだもんです。今日はね、イランについて超重要なニュースを5つご紹介するのだ。実は、イランって猫がめっちゃくちゃ神聖視されてるって知ってた？猫を傷つけると刑罰が課せられることもあるんだって。へえ、意外でしょ？今日はそんな神秘的なイランから気になるニュースを5つピックアップしたのだ。中でも特に注目なのが4つ目のニュースなのだ。イスラエル対イラン秘密計画が進行中と報道という記事なのだ。イスラエルがイランに対して新しい心理作戦や政治作戦をなんと3つも進めているらしいのだ。内容はもうびっくりするほどやばいから一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は西アジアに位置する神秘的な国イランを紹介するのだ。広大な国土を持ち、首都は活気あふれるテヘランなのだ。この国は古代ペルシャ帝国の栄光を受け継ぐ非常に長い歴史を持っているのだよ。1979年のイラン革命を経て現在はイスラム共和制を採用しているのだ。およそ8500万人が暮らしていて、主要産業は豊富な石油や天然ガスだけど、ペルシャ絨毯や美しいし細蜜画といった世界に誇る豊かな文化が魅力的なのだ。国際社会との関係や経済制裁が話題になることもあるけれど、その奥深い歴史と文化、そして人々の温かさに触れるときっと新しい発見があるはずなのだ。一度訪れてみればその魅力にきっと引き込まれるのだよ。一つ目のニュースなのだ。イラン指導者、外交、軍事分野の充実を強調という記事なのだ。イランの最高指導者ハメネイ師がイランは外交と軍事の両面でしっかり準備していると宣言したのだ。最近のイスラエルとアメリカとの戦争ではイランはアメリカの重要な軍事基地に反撃したのだ。ハメネイ師はイランは弱い立場で戦うことはなく、戦争は求めないけど、もし攻撃されれば断固として粉砕するような反撃をするのだと強調したのだ。イスラエルがアメリカに助けを求めたのはイランの反撃が強力だった証拠なのだ。アメリカへの反撃は彼らの地域における最も重要な拠点を狙った戦略的な一撃だったのだ。メディアが伝えればその衝撃の大きさがわかるはずなのだ。敵はイラン国内を混乱させようとしたけど国民の強い団結があったからその計画は失敗したのだ。この途方もない国民的結束はこれからも守っていかないといけないのだ。ハメネイ師は法当局にイスラエルが犯した戦争犯罪を国内外の裁判所で厳しく追及するように求めたのだ。神様はイラン国民を助けてくれるから必ず勝利するのだと力強く締めくくったのだ。二つ目のニュースなのだ。レバノン中銀英命令であるカルト・ハル・ハッサンを悪玉しという記事なのだ。レバノンの中央銀行がアメリカの命令でヒズボラを支援するハル・カルド・ハル・ハサンっていう組織との取引を禁止したのだ。アメリカはこれを正しい一歩だって言ってて、この組織がヒズボラの資金源だと疑ってるから制裁もしてるのだ。中央銀行は国際的なルールで無認可の金融機関への対処が必要だと言ってるけど、実は総裁がアメリカのスパイ組織の言いなりだって記事は指摘してるのだ。ヒズボラは驚いてないって話なのだ。でもね、このハル・カルド・ハル・ハサンって普通の銀行じゃないんだなのだ。困ってる人にお金を貸す利息なしの助け合いプログラムなんだって。預けた現金や金を担保に無料で貸してくれるから約10億ドルものお金で25万人以上の被災家族をヒズボラが助けられたのもこの組織を通してなんだなのだ。専門家はこれはヒズボラの支持者たちを怖がらせるための動きだって見てるのだ。だって中央銀行の管理下じゃないから取引禁止されても実質的な影響は少ないらしいのだ。以前にもイスラエルがこの組織を攻撃したりヒズボラの資金に関わる人たちが狙われたりシーア派の人たちの荷物が調べられたりしたこともあったのだ。記事によるとアメリカが改革
レバノンの国民のお金を盗んだ銀行の力を回復させることなんだって。カルド、ハサンはその不正を邪魔してきた存在だから、今回の取引禁止もレジスタンスが正しいことを示す新たな理由になるって言ってるのだ。レジスタンスの民衆はどんな困難にも負けないって強い決意を持ってるのだ。3つ目のニュースなのだ。イスラエル、ポスト、イラン中東を提唱という記事なのだ。イスラエルが提唱するポスト、イラン中東は学術的分析に見せかけた西アジアの主権を否定する考え方なのだ。これは平和への道じゃなく、地域の自立を壊すものなのだ。イスラエルは自己防衛を口実に他国の主権を無視し、地域を不安定にさせてるのだ。その目的は支配と破壊なのだ。一方、イランは長年、制裁や破壊工作に直面しながらも、正当な自己防衛として主権を守ってきたのだ。彼らは平和には全ての国の主権尊重が不可欠だと主張してるのだ。イスラエルが言う安定は軍事力で押し付ける偽りの平和なのだ。彼らは停戦にも触れず終わらない戦争を望んでるみたいなのだ。でもイスラエルの軍事的な強さの神話は少しずつ崩れてきてるのだ。本当の平和は誰かの支配じゃなくて、西アジアの国々がみんな主権を持ち、自分たちの運命を決められるようになって初めて生まれるのだ。主権が脅威じゃなく、共有の権利だと認められれば、争いは終わり、平和が訪れるはずなのだ。4つ目のニュースなのだ。イスラエル、対イラン秘密計画が進行中と報道。という記事なのだ。イスラエルがイランに対して新しい心理作戦や政治作戦を3つも進めているみたいだぞ。なのだ。まず1つ目は、最近の12日間の戦争でイラン国内を混乱させられなかったから、今度はイランの最高指導者の政策を非難するプロパガンダを流しているのだ。海外のメディアもこれを広めているらしいのだ。2つ目は、追放されたシャーの息子が亡命政府を作ろうとして失敗したから、今度は亡命憲法制定議会っていう新しい名前で来月ヨーロッパのどこかで集まりを計画しているのだ。これにはイランに反対するテロリスト集団、特にクルド系の分離主義者が秘密裏に誘われていて、イランの正当性を弱めようとしているのだ。そして一番心配なのが3つ目なのだ。2009年の暴動に関わった人たちや昔の王様を支持する人たち、テロリスト、それに分離主義者のグループが政治的な同盟を結んでいるのだ。この計画はアルデシール、アミール・アルジョマンドっていう人が調整していて、国民投票マニフェストっていうのを作って、イラン国内外の過激な人たちに署名させようとしているのだ。このマニフェストの内容は、イスラエルがずっとイランを内側から不安定にしようとしてきた計画とすごく似ているってみんな言っているのだ。ちなみに最近のイランとイスラエルの戦争は6月13日に始まって、アメリカも途中から介入したけど6月24日に停戦したのだ。この停戦はカタールを通してアメリカからイランに提案されたものだったのだ。5つ目のニュースなのだ。空爆の背景、イスラエルのシリア分断戦略という記事なのだ。最近、イスラエルがシリアでの軍事作戦をすごく激しくしているのだ。表向きはイスラエルの自衛とかドルーズ派の人たちを守るためって言ってるけど、本当はシリアの地域構造を大きく変えようとしているみたいだね。特にシリア南部のスウェーダで停戦が崩れた後、ドルーズ派保護を口実に介入を強めているのだ。でもアナリストさんたちは、これって本当の目的はシリアの軍事力を徹底的に破壊することだって言ってるのだ。アサド政権が崩壊して以来、イスラエルは350回以上も空爆をして、シリアの軍事インフラのほとんどを壊しちゃったらしいのだ。これはシリアが再び強い国にならないようにするための策略なのだね。ある専門家さんによると、イスラエルはシリア国内の宗派間の対立を利用して、
南部に自分たちの足がかりを作りたいみたいだね。ドルーズ派やクルド人などいろんな少数民族の人たちを巻き込んでシリアをいくつもの小さな国に分断しようと企んでいるのだ。これはイスラエルとアメリカの利益になるようにシリアが統一国家に戻れないようにするのが狙いなのだよ。それにジュラニっていうシリアの指導者が金融支援と引き換えにイスラエルにゴラン高原の領有権を放棄する交渉をしている可能性もあるみたいだね。これでヒズボラやイランの影響力を弱めたいのだ。こんな状況だからシリアでは人道危機がどんどん悪化しているのだ。空爆で避難民センターや病院が狙われたりして食料や医療も届きにくくなっているのだよ。たくさんの人が苦しんでいるのに多くの西側諸国は沈黙していてイスラエルの軍事行動を事実上容認しちゃっているのだ。イスラエルの作戦は単なる安全保障のためじゃなくてシリアの内部を変えて地域を自分たちの都合の良いようにしたいっていうもっと大きな野望があるみたいだね。一番苦しんでいるのは巻き込まれちゃった一般の人たちなのだ。イランは豊かな歴史と文化を持つ国だったのだね。ニュースからは厳しい状況の中でも国の安全と主権を守ろうと国民一丸となって頑張っていることが伝わってきたのだ。平和への道は大変だけどずんだもんを応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。